こんにちは。元82キロのアラフォーダイエット主婦の猫倉理恵と申します。このチャンネルでは38歳で一年発起して82キロから1年で24キロのダイエットに成功した私の経験や、続けられるダイエットをモットーに健康的な生活のコツをシェアしています。前回の動画では、運動ができないから痩せられないんだと諦め気味の方へ、日常生活でどれだけカロリーを消費できるかをテーマに、Apple Watch をつけて家事をしながら消費カロリーを検証しました。朝ごはんをしっかり食べた後、掃除機をかけたり、洗濯物を干したり、階段を何度も上り下りしたりと、日常の家事で午前中だけでもどれほどの運動になるのか、想像以上にカロリーを消費できることが分かりました。まだご覧になっていない方はぜひ前編からご覧ください。今回はその後編として昼食以降の活動を追いかけ、最後は驚くような結果になりますので、ぜひ最後までお楽しみください。お昼ご飯のお片付け後は日用品の買い出しへ行ってきました。近所のスーパーは徒歩で5分ほどですが、痩せる前はもう絶対に車で行っていました。とにかく歩くのと登るのがもう死ぬほど嫌いだったんですよね。今も別に好きではありませんが、在宅ワークの引きこもりの身にとって郵便出し、振り込み、買い出し、生活の中で外へ出る理由になるっていうことは結構ありがたいなと思うようにはなりました。動き回るんだ。まーちゃん、ご飯美味しかった？まあ、ちゃちゃ、来た？ちゃちゃおいで。おいでおいで。すっきっとおいで。おいで。豆いいんださ。じゃあもうおいで。あ、ごめん。今日チュールの日じゃないよ。チュールの日じゃない。期待しちゃった？ごめん。期待しちゃったんだ。ごめんって。チュールの日じゃないわ。それ水曜日だから。今日月曜日。ねえ。よいしょ。ごめんって。見えますでしょうか？夕方5時で。結構これは稼いでると思います。あと、エクササイズはしてないけど、買い物、今ね、歩いて移動したので、それを多分 Apple Watch がウォーキングとしてもう勝手に計測しているという感じですね。なので、緑色のエクササイズリングももうほぼほぼ完成しそうになっています。ちょっと疲れましたね。普段はずっとデスクワークを家でしているので、ここまで立って動いてちゃんと家事をしていないということがわかります。ここで1回休憩です。で、これ結構疲れてます。で、こういうタイミングでスマホを触ると、だいたいいつもあっという間に時間が解けるんですけれども、今回は動画を撮ってたので慌てて再始動しました。普段は結構ここで1時間ぐらいスマホ触っちゃったりとかもします。この動画を撮影した日は新刊のレシピ本が発売になって、ありがたいことに重版も決まって、インスタでフォロワーさんたちと一緒にレシピ本のメニューを1週間実践するという食べ痩せチャレンジも終わり、ようやくちょっと落ち着いたタイミングだったんです。で、この半年は書籍準備に追われて一日中デスクワークの日々だったので、運動不足解消に仕事机の横にステッパーを置いて休憩中に踏んだりっていうこともしてたんですけれども、それでも座り時間が長いということで、体がどんどんなまっていくのを感じてました。猫倉理恵のセルライほぐしラジオプレミアム裏側ほぐしラジオ、今日も撮っていこうと思います。何があったか思われるんじゃないかと思うんですけれども、仕事机もね、あるし、すっごくちょうどいいですみ待ってた？待ってた。ごめん。よし。これよ。あっという間に暗くなりました。
今日の仕事はここまでにして、夫はだいたい8時半過ぎに帰宅することが多いので、それまでに晩ご飯準備をするようにします。自分の仕事に夢中になっていると、うっかり夫が先に帰宅して慌てるということも多いんです。でそんな時は具材を切ってぶち込むだけというようなメニュー率が高まります。この日もやや時間ギリギリなので、具材をぶち込んで煮込む系のお蕎麦にすることにしました。スタンドゴールが達成しました。立ってばっかりいたので、12時間に1回は1分間立つっていうクリアしたというところです。結構十分なぐらい動いてますねすごいな。ウォーキング30分行ってもこうはならないですね。ちょっとありえない、この炭化しているバナナを使ってお菓子を作ります。Say that I got a pair of eyes just like old Svengalis. I confess that I possess the sweetest charms in town. And unless I miss my guess, the boys all follow me around. I could make a music master drop his fiddle, make a bald-headed man part his hair in the middle. Red hot mama, but I have to turn my temper down.バナナケーキを焼いている間に夫用の具沢山そばのつゆを仕込んでおきます。でこの日は私は先に自分の晩ご飯を食べました。この日手抜き豆腐丼を作ってます。これよく私作るんですけれども、ご飯とで 150g1 パックぐらいで売っていて、3つセットとかで売ってるようなそういうお豆腐あると思うんですが、それとあともずく酢、そこへごま油小さじ1をかけております。あとは作り置きの副菜なんかを盛り付けて完成です。やっぱりこういう副菜の作り置きっていうのがあると、本当にすぐあっという間に自分用の栄養バランスが取れた食事を用意できるので、時間があるときはなるべく作り置きを置いておくようにしています。バナナケーキも結構いい感じです。私は夕食はできるだけ20時には食べてしまいたいので、夫の帰りが遅い時は先に食べるようにしています。で食べるメニューも夫と同じ時もあればまた別の時もありというように、バタバタな毎日とダイエットを共存させるため、割とそこは臨機応変にやっています。いただきます。いい感じにできたすご。とりあえず今日の目標は9時まで21時まで稼働するということにします。なのであともう少しなんかやります。掃除とか。いつもなら晩ご飯後は洗い物は夫へバトンタッチしてから、私は自分の仕事の残りを片付けるということが多いんですけれども、この日は21時まで家事を引き続き頑張ってみましたが、もう本当にこの時点で結構ヘトヘトでした。いかに普段は自分が家事を手抜きしてるのかが分かります。立って動き回るっていうのは本当にもうめちゃくちゃ体力を使うんだなということを実感していたら、夫が帰ってきたのでお蕎麦を提供しています。やばいね。めっちゃ入ってる。
なんか若干苦い。多分ベーキングパウダーをちょっと入れすぎた。でも美味しい。このバナナケーキは明日以降切って夫の弁当へくっつけておきます。ここで21時ゴールとなりました。結果はこの通りです。家事だけで消費カロリーは稼げるのか、総まとめです。これがこの動画を撮影した日の Apple Watch のデータになります。総消費カロリーは496キロカロリーで、歩数はなんと9727歩。そしてこれが1時間以上の宅トレはしたけど、あとはほとんど座りっぱなしという日の記録です。総消費カロリーは379キロカロリーで、歩数は6084歩。5分のステッパーや40分のウォーキング、1時間のヨガをやっています。こうしてみると、朝1時間以上の宅トレをしてそれ以外あんまり動かない日と、わざわざ運動する時間を取らないけど1日まめに動き回った日のカロリー消費は、むしろ運動しなくても1日まめに動いた日の方が上回る結果となりました。私のもとには毎日家事や育児、フルタイムの仕事でヘトヘトで運動する時間がない、だから痩せられないという相談がよく届きますけれど、今回の動画でもわかるように、わざわざ運動時間を確保できなくても日常生活で立って動くことで使うエネルギー、いわゆるニートと呼ばれるこのエネルギーが高い人は非常に太りにくいという研究結果も出ています。私たちは今までやってこなかった新しい〇〇をできていないから太るのではなく、普段当たり前にやってることの意識を変えることで太ったり痩せたりするのです。今回の動画で忙しい毎日の中で運動時間の確保ができないことをコンプレックスに感じている全てのダイエッターさんが、今の生活のままでいいから駅で階段を使うようにするとか、ついネットで頼むものをお店に買いに行くとか、ちょっと意識的に動くことで消費カロリーは十分に稼げるんだと気持ちが明るくなったら嬉しいです。今後もこのチャンネルではたくさんのダイエットに関する動画、そして食生活、今もキープしているコツやレシピなど動画にしていきますので、高評価、チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。